涙なしでは見れない。感動するおすすめアニメ4選。このシリーズでは、時間がないけど、アニメを楽しみたい人向けに、アラサーの哲学とかネタバレなしで大人でも楽しめるおすすめのアニメを紹介していくよ。とは言っても、作品の雰囲気を伝えるのに最低限必要な冒頭や全体のあらすじは取り上げるので、安心してね。じゃあ早速1本目に取り上げるのは、バイオレット・エヴァーガーデン。あらすじはこんな感じ。戦場で戦うためだけに生きてきた少女バイオレットが、終戦後、手紙の代筆を通して、人々の本当の気持ちを伝える自動式人形として新たな生き方を見つけていく物語。戦場で生死不明になったギルベルト少佐が残した、愛しているという言葉の意味を知るために、当初は、戦場での生き方しか知らなかったバイオレットが、色々な人々との交流を通して、少しずつ人間らしい心の動きについて知っていく姿は涙なしでは見られない作品だね。原作は、暁かなさんによる同名小説。アニメーション制作は、京都アニメーションだよ。ストーリーも感動的なんだけど、映像美がとにかくすごかった。最近見た作品の中では、群を抜いて美しい作品だったね。バイオレットをはじめ、登場人物の造形はもちろん、1920年代ぐらいの美しい港町の情景も心を打つものがあったよ。ボリュームはテレビシリーズが13話とエクストラエピソードが1話と比較的見やすい分量だね。2話ぐらいで完結するエピソードが続いていくスタイルなんだけど、どの話も感動するものばかりだよ。テンポも非常に良いので、続きを見るのがもったいないと思いながらも、気になって最後まで一気に見てしまう感じでした。そして、なんと2020年9月18日にアニメ版のその後を描いた劇場版が公開予定です。キャッチコピーは、愛する人へ送る最後の手紙とあるので、気になりすぎます。これは見に行かなきゃだね。感動するおすすめアニメ2作品目は、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。あらすじはこんな感じ。高校受験に失敗し、引きこもりになった主人公ジンタンのもとに、小学校時代に事故死したメンマが姿を現す。メンマの最後の願いを叶えるため、ジンタンは、かつての仲良しグループ超平和バスターズの仲間、アナル、ユキアツ、ツルコ、ポッポたちと再会する。メンマの死をきっかけに、別々の人生を歩んできた5人が、メンマを中心に再び絆を取り戻していく姿が印象的だった。この作品は、主人公たち以外にも、ジンタンのお父さん、メンマの家族と、出てくる人それぞれが、心に傷を抱えて生きている。奥さんを亡くしながらも、不登校の息子を叱りつけるでもなく、温かい眼差しを向ける、ジンタンのお父さんが良いキャラなんだよね。最初は、自分の中に悲しみを押し込めていた一人一人が、少しずつ自分の気持ちをみんなと共有していく、そんな物語だよ。そして、最初はメンマ自身も自分が叶えてほしい願いが何だったのかに気づいていないんだけど、それが明らかになる瞬間も感動的だったね。誰もが子供時代に感じた友達とのつながりだったり、何でもできる気がした気持ちを思い出させてくれる、ノスタルジックなところも良かった。この作品を見ると、子供時代の友人に久しぶりに連絡を取りたくなる、そんな作品だね。この作品は、A1 ピクチャーズ制作のオリジナルアニメだよ。ボリュームは、全11話の本編と劇場版が公開されている。劇場版は、本編の1年後に再び集まった超平和バスターズの仲間たちが、年前の手紙を書きながら、小学校時代を思い出す物語だよ。劇場版は本編の振り返りも含んでいるから、必ず本編を見てから、見ることをおすすめするよ。3作品目は、東京マグニチュード 8.0。あらすじはこんな感じ。夏休み初日、中学1年生の小野沢未来は、共働きの両親に代わって、嫌々ながらも、弟の勇気が行きたがっていたロボット店の付き添いでお台場を訪れていた。そんな中、マグニチュード 8.0 の大地震が東京を襲う。未来と勇気は、道中であった草壁まりの助けを借りながら、両親の待つ世田谷を目指し、歩き出す。東京を大地震が襲ったらというストーリー。阪神淡路大震災、東日本大震災の記憶が新しいだけに、正直、胸が苦しくなるシーンも多い作品でした。何の罪もない人たちが、ある日突然命を落とす災害の無慈悲さが伝わるだけに、今回紹介する作品の中では、少し人を選ぶ作品かもしれない。正直、蛍の墓とかが見れる人じゃないときついかもしれません。とても重い内容だけど、大混乱の中、家族を失いながらも、他の人たちを助けようとする人々の、優しさも伝わってくる作品だった。道中にも色々な人たちが未来と勇気を助けてくれるんだけど、その中でもバイク便ライダーのマリさんの優しさと強さが印象的だね。彼女は、夫を亡くした後、母と幼い娘を家に残して、仕事でお台場を訪れていた時に、地震に遭遇する。たまたま道中で知り合った未来と勇気を両親の元に送り届けることを強く心に決めて、
常に、気丈に冷静に、そして笑顔で二人を励まし続けるんだ。道中、家族が待つ三軒茶屋付近で大規模な火災が発生したニュースに大きな不安を感じながらも、二人を決して見捨てない姿には涙が出るね。この作品は、テーマもだけど、未来の気持ちをどう捉えるかも評価が大きく分かれるポイントだと思う。未来が、両親に感じている反発やまだ無邪気な弟への苛立ちの気持ちが理解できるかで感じ方が違うよね。中学1年生という年頃が持つ、少しずつ大人に変わりつつあるけれど、周りに対する態度はまだ子供という不安定さについては、視聴者の年齢層によっても、意見が分かれるのかもしれないね。この作品は、ボンズとキネマシトラスが制作したオリジナルアニメだよ。ボリュームは、全11話となっています。最後は、名作、トラドラを紹介していくよ。あらすじはこんな感じ。目つきの悪さから、ヤンキーに誤解されがちな主人公高須隆二は、働きに出ている母、安子に代わり、料理掃除など家事全般をこなし、勉学に真面目に取り組む心の優しい青年だった。隆二は高校2年生になり、密かに思いを寄せていた串枝みのりや親友北村優作と同じクラスになる。そして同じクラスには、小さな体でありながら誰にでも噛みつく手乗りタイガーこと相坂大河がいた。あるきっかけから、大河が優作に好意を寄せていることを知り、隆二は大河と優作の仲を手助けし、大河は隆二とみのりの仲を手助けするという、トラとドラゴンの共犯関係がスタートする。別々の相手に好意を寄せる二人が、次第にっていう王道ラブコメ的な展開の作品だね。途中、優作の幼馴染でモデルの川島亜美も加わり、互角関係っぽい感じになりつつも、どうなるか最後まで読めないあたりも良かった。ウプ主的には、隆二が思いを寄せる串枝みのりことみのりんのキャラクターが特に良かったかな。ピッチャービビってる、へいへいへいの子ね。スポコン、元気っ子でありながら、内面はいろんなものを抱えている感じで、すごく回りくどい表現でしか自分の気持ちを表現できない感じが良いよね。あと、原作者自身も述べているけど、高橋留美子のうるせえ奴らやメゾン一国の世界観に、近いものがあって、ああいう雰囲気が好きな人には特におすすめの作品だよ。この作品は、竹宮由子による同名ライトノベルが原作で、制作は JC スタッフが行っている。ちなみに、この作品の永井達之さんとスタッフが後に協力して作った作品が、二つ目に紹介した、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。なので、どちらかを見て作風が気に入った人は、もう一方を見てみることをおすすめするよ。ボリュームは25話プラス1話とそれなりにあるけど、ストーリー展開がしっかりしていて、それぞれのキャラクターの心情をちゃんと描いているので、ちょうど良い長さだと感じたよ。というわけで、今回は泣ける感動するアニメを4つ紹介してきました。皆さんのおすすめ作品もぜひ、コメント欄で教えていただければ嬉しいです。今後もこのシリーズでは、時間のない方にネタバレなしで、まだ見ぬ良作アニメを紹介していく予定なので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。それでは、皆さん、お元気で。またねー。